こんにちは、リレグラムです。今日はインスタグラムが100万人いった時のその時に来ていた DM とかをちょっとまとめてくれてるみたいなので、それに答えていこうと思います。のんちゃん逃げないでね、今日嫌われてるんだけどいつもべったりじゃん、いつもべったりじゃんノエル。はい、そんな感じで行っていきましょう。では早速いきます。はい、お願いします。私も SNS でインフルエンサーをやってますが、フォロワーが増えたり減ったりと伸び悩んで落ち込むことも多いです。わかるリネさんはそんな時ありますか？めちゃくちゃある、めちゃくちゃあった。3年間インスタグラムをやってきて数日減る時もあったし、それで最初はやっぱめちゃくちゃへこんだ。恋を持ってフォローを外すっていう人がフォローしてくれてる人よりも多いわけじゃない？現実的にへこんだよね。なんかやっぱフォローを外されると写真が否定されてるじゃないですか。わかる。めちゃくちゃフォロワーが減る時ってあるんですよ。それが1週間なのか2週間なのか3日なのか、その時によって違うんですけど、でもそういう時は増えた減ったっていうのをまずインサイトで見れるんですけど、それは一旦数日見るのをやめますね。で気づいたらフォロワーマイナスがプラスに戻ってるとか、でも私たちはそれをインスタに嫌われてる時期だっていう言い方をしてて、具体的に言うと虫眼鏡のマークに出てこない時期が多分あるんですよ。でその時ってやっぱ必然的に発見してくれる人がいないから、フォロワーは増える率が減るから減る人が多くなると思うんですね。考えないようにしたりとか、過去振り返ってここが反省だねって言ってちょっと変えてみたりとか。でも結局それで何をしたから減りが戻ったとかもあんま実際よく分かってなくて、単純にインスタに嫌われてたねみたいなごまかし方をしてメンタル保ってました。はい、次の質問お願いします。インスタ始めてからすぐにフォロワーは増え始めましたか？それとも増え出すきっかけとなる転換期はありましたか？ありました。あったし、最初の7ヶ月は1日で10人20人とか増えたんですけど、最初からインスタは増えてたわけではないです。インスタの転換期はすごい覚えてて、バリに行ったんですよ。でそのバリ島のホテルでホテル着いたよって言ってぐるぐるしてて、その時のオレンジ色のワンピースを着てた写真があって、その写真がちょっと第1回の転換期だったっていうのをすごい覚えてます。奇跡の一枚って言い方してるよね。あ、確かに奇跡の1枚って言ってるわ。奇跡の1枚が何ヶ月に1回かあって増えてるって感じですかね。だから最初のきっかけはバリ島のオレンジ色のワンピースのホテルで撮った写真です。ブルーと緑とオレンジの絵のコントラストはすごい綺麗な1枚だったよね。そうだからそっからあれ、もしかして自然ってめっちゃ奇跡の1枚になり得るのかってなって、自然の中でいきなり取り出した時とかもあったねはい、では次の質問。おお、すごい質問。何怖い怖い系ですか？怖くないか？本当に100万人いるとインフルエンサーとしてどれぐらい稼げるのですか？それ言う？質問で来てます若いインフルエンサーの夢のために、なんとなくでいいんじゃない？なんとなくはなんかインスタ見てくれてる人は知ってると思うんですけど、バーキンをプレゼントしたみたいなインスタ投稿があったと思うんですけど、それを買えるくらいは稼いでます。プラス結構美容系も好きなので、美容系の案件ってあんまりやってなくて、やっぱ自分がいいなって思ったことを自分が納得できるところでやりたいので、全部自腹で払ってもちろん言ってるので、それも払えるくらいは稼げてます。適当なところを紹介したくないってことだね。そう、今も年が31っていうのもあるんですけど、やっぱすごい好きなのもあってめちゃくちゃお誘いはいただくんですけど、お顔だったりとか体だったりとかっていうのは自分が納得できるところでやって、それが知りたいっていう人がいたら教えたいし、でもやっぱ案件とやるとあんま良くなかったなって思うところを紹介するのっていうのは美容に対してとかは嫌でやってません。お金払って買うし、お金払っていく。数百万って感じなのかななんか月に数十万で終わることはないですけど、数千万とか、1000万とか稼げるほどは全然稼いでないです。わかりやすい。幅広く言ってきました波もあるんでね。次いきます。はい、お願いします。インスタグラムで3年間で100万人になったと書いてましたが、勝手に増えていった感じですか？計画的に増やしたのですか？結構みんな鋭い質問ピックアップしてくるねこれはズバリ計画的です。そうね旅行に行くのはもちろん計画的ではなかったんですけど、ここ綺麗だから写真撮っていいってまず最初に言って、やっぱそういうとこも計画的だなって思うし、絵のコントラストが綺麗なとこがあったらここで写真撮りたいってなったりとか、計画的な部分もあります。計画的です。
ラスベガスとロスはインスタ始める前に行ったね。あんま写真撮ってないもんね。そう、しかも私よく言われるんですけど、毎日インスタ上げてたんで毎日おしゃれしてすごい大変じゃないのってよく言われるんですけど、インスタ始める前は超すっぴん女だったよね毎日すっぴんで毎日ジャージだった。基本すっぴんで帽子マスクみたいな、しかもデニムのパンツとかだよね。それで男の子みたいな、その時はショートカットだったんで、それを考えるとお化粧するようになったし、服も選ぶようになったし、戦略的に変えてったところではあるよね。10代後半とか20代前半とかも、お化粧ってあんましてなかったの？してない。友達とご飯行くとかはしてたけど、そんなに毎日ご飯って行かないでしょ。インスタ見てくれてる人は分かると思うんですけど、ももちゃんっていう親友がいて、その子と会う時はめちゃくちゃ 1000% すっぴんだったし、すっぴん率はかなり高い女の子でした。髪の毛を伸ばしたのも計画的だもんね。でもそれはもう公で言ってるよね。髪の毛もう3年伸ばしてますみたいな。写真映えするためとかっていうことではないもんね。言ってないわ。言ってないもんね。実はそうなんです。なんで伸ばしてるんですかとか一時期来てたんですけど、最初の頃は答えずに言ってきたけど、戦略的に伸ばしてきましためっちゃ戦略的な女じゃんやばいイレギュラムがどんどんバレてくね。最近突如前髪切ったじゃない。それは何なの？戦略的なの？この前髪は全く戦略的じゃありません。3年ずっと髪を伸ばしてきたので、自分の中では髪の毛の変化って全くなくて、みんながどう思うか置いといて、私はいい加減なんかイメチェンをしたいなって思って、だけど髪をショートカットにまた戻そうみたいなのはなかったので、ちょっと気軽にできる第一歩で前髪を切りました。結構パッツンに、しかもそれもシースルーバングにするのか重めパッツンにするのかっていうのをすごい悩んで、結果間を取った前髪になってます。すごい話脱線したんですけど、結果戦略的にいろいろ変えてきました。フォロワー100万人おめでとうございます。ありがとうございます。私もフォロワー増やすために頑張ってます、何かフォロワー増やすための小技やテクニックはありますか？小技やテクニックはありますね。あるんですけど、いろんなちっちゃい要素がいっぱいあって、これをやれば 100% 増えるみたいな一つの事柄ではないので、また別の動画で撮っていけたらいいなと思います。もうすぐ稼ぐよ戦略的だね戦略テレビに出ている人以外で、フォロワーが100万人もいる人はほとんどいないと思います。本当にすごいです。嬉しい。にやけちゃうフォロワーが増えて得することなどありましたか？得することじゃないんですけど、嬉しかったことがあって、海外旅行行った時にそれこそすっぴんでもう写真とかも撮らないし、乗るだけだから飛行機の乗る時間まで買い物しようって言ってデパートで買い物してたんですよ。そしたら後ろから「ビリグラム!」って聞こえて、えっってなったら「I know you!」みたいなことを英語で言われて、写真撮ってくれって言われたことがあって、でその時は「すっぴんだしちょっとメイクアップしないからごめん」って言ったんですけど、海外で話しかけられたことがすごい嬉しかったですね。1年前にモルディブに行ったんですけど、モルディブって結構離島っぽいよね。離島のそこのホテルしかないみたいな島に行ったんですけど、ホテルの人が「知ってるよ」って言われて、インスタグラム今何万人何十万人いるでしょって声かけてくれた時に、離島でもイレグラム知ってる人がいるってなって、やっぱ SNS ってすごいなって思ったのと、海外で声かけられるのはすごい嬉しいですね。でも意外と日本で話しかけられないよね。戦略的だった話に戻るけど、英語で書き始めたのが戦略的な第一歩だったかもね。そうだね、間違いないね。今はもう聞かれなくなったんですけど、最初は「なんで英語で書いてるの?」とか、英語が私ノリで喋れるくらいだったんですよ。文法とかも全然ちゃんとよく分かってなかったし、だけどインスタのフォロワーをちゃんと増やしたいって思った時に、1文目は英語から書くようにしましたね。それもすごい戦略的だったね。日本に住んでるし、日本ってすごい人口もいっぱいいるけど、母体を日本だけにするのはフォロワーの増え率はあんまり大きくならないなって思ったのがきっかけで、だったらターゲットを英語が分かる国っていっぱいあると思うので、英語で書いて見れる母体自体を大きくしようっていうのが最初の戦略的な第一歩だったよ。はい、では次の質問。はい、お願いします。フォロワー買ったことありますよね？危ない。それもめっちゃ来る。本当にめちゃくちゃ来ます。しかも100万人いったよみたいなメインフィードを上げた時に結構来て、この質問は絶対ちゃんと答えなきゃなって思ったんですけど、正直言ってフォロワーは一度も買ったことないです食べたけどないです。本当ぶっちゃけ買えますし、今インスタを3年間頑張ってきて買ってる人も分かります。なんでわかんの？
それ言っちゃっていいのかな。いいでしょ。本当に俺知りたい。本当。まずコメントが異様に少ない人、いいねが見れなくなったことってコメントしか見れないっていうのも判断のしようがないっていうのもあるけど、コメントが異様に少ない人は買ったか生きてるフォロワーじゃないってことなんですよ。で生きてるフォロワーじゃないっていうのはどういう意味かっていうと、フォローしてくれてる人がインしてない状態、フォローも外しもしないし生きてないフォロワーの人が多い人はやっぱコメントが少ないなっていうのと、あと最近はもう私めちゃくちゃ来るんですよ。フォロワー買いませんかとか。今コメントも買えるんですよ。コメントが少ない人は買ってるんじゃないかなっていう風に思ってたけど、今はコメントも変えちゃうから。コメントを自動でしてくれるってこそう、この人ちょっとなんか怪しいなって思った時コメントの内容を見るんですよ。そしたら同じ人がずっと ABCDE って書きまくってるとか。そんな分かりやすいのある。なんか10件くらい同じ人が続いてたら、あ、もう買ったなって思う。でもなんかたまにさリレグラブ続くことあるよ。ある。だけど10件はない。私コメント返してるんですけど、返してない時もあるんですけど、コメント返してる時に5件くらい書いてる人があったら3件くらい消します。最初の 1,2 件は残すけど、残りの3件とかは怪しく見られるのが嫌なので。それを5件消さずに3件だけ消すところにいやらしいでしょ。ハングリーさが出てる。いやらしいでしょ。ハングリー精神は旺盛です。はい、では次いきます。はい、フォロワー100万人おめでとうございます。ありがとうございます。毎日のようにアップされていたので大変だったとは思いますが、逆にインスタをやっていて楽しかったことは何ですか？でもそれこそ声かけられた時かな。インスタをちゃんと始める前は旅行に行ったことがあんまりなくて、タイとハワイ、グアムも1回ある、韓国もある、そう4つだ。旅行にいろんな国に行っていろんな景色だったりとか、それこそ映える場所っていうのは観光地だったりとかするので、すごい楽しかったかな。いっぱい連れてってくれてありがとね。はい、では最後の質問です。はい、お願いします。インスタで100万人を超えて成功しているのに YouTube やオンリーファンズなど新しいメディアに挑戦する理由は何ですか？結構友達とかにも言われます。まずオンリーファンズの理由なんですけど、インスタグラムで結構写真集出してくださいとかっていう要望がすごい多くて、デジタル版写真集っぽい感じなんですけど、更新も随時できるので、インスタでは撮ってこなかったような写真の撮影ができるので、写真集の代わりじゃないんですけど、そういう違った写真を撮っていくっていうスタンスでオンリーファンズは始めました。 YouTube はインスタグラム始めた時に毎年目標があったんですよ。例えば1年目だったらスタートが2万人くらいだったので10万人にしようっていう目標があったんですね。で2年目の時は10万人を50万人にするっていう目標があって、で3年目の今年が100万人にするっていう目標だったんだよね。それで100万人行った時に、インスタに慣れてきたっていうのもあって、もちろんインスタはこれからまたどんどん増えていったらいいなって思うんですけど、新しいことに挑戦したくて、でその新しいことっていうのが YouTube を選んだっていう感じかな。刺激がやっぱまた全然違うので、インスタグラムでこうやってみたいなカッコつけた写真っていうか、写真で見れる世界と動画でこうやって喋れるのって全然違うと思うから、質問とかもよくインスタグラムでやってたんですけど、なんとかですか、なんとかですみたいな答え方をしてきたんですけど、こうやって喋っていっぱい話せるっていうのがやっぱ YouTube のいいところでもあるかなって思うので、私のことをもっと知ってもらいたいなっていうので動画の YouTube を選んだって感じです。刺激がある生活っていうのは若さを保つ秘訣でもあるのかなって確かに思うので、どんどん新しい刺激を人生に追加していきたいなって思う所存であります。オンリーファンズは 2,3 日に1回かな。だけど最初は写真が全然なかったから毎日上げてる時とかもあって、今は 2,3 日に1回いう感じです。インスタと違ってファンとの交流ができるのもいいなと思ってて、女の子からも結構 DM とか来て、ファンイベントやってくださいとか女子会やってくださいみたいな、でそういうのもコロナとか落ち着いたらやっていきたいなと思うし、ファンとの交流ができる場所としてもオンリーファンズはすごいいい。女子会の感じとかも YouTube で撮れたらいいよね。みんなの顔載せてくれないか、マスクかモザイク加工かわかんないけど、そういうのも回していけたらすごい楽しいなって思う。 YouTube は今始めて2週間ぐらいかな。本当今もう手探り状態だよね。年末年始のルーティンっていうのを3本目にこの前あげたんですけど、それとかも撮り終わってから正月休みとか入れたら結局1週間10日後ぐらい1週間後ぐらいかな。1週間後かな。英語の翻訳もまた時間がかかってて、そういうのもね自分たちでできるようになっていかないとね。で YouTube は週2本、目標は週2本です。なるほど。
100万人に関する質問箱はこんな感じかな。こんな感じですごい楽しかったし、やっぱみんなの質問に答えれるって文よりもトークの方が楽しいかも。こんな感じで終わりたいと思います。このチャンネルがいいなと思った人はチャンネル登録、いつもこれ言えないこの動画がいいなと思ったらいいね評価とチャンネル登録してくれたら嬉しいよ。また次の動画でバイニャン。